文明破壊です。大航海時代の太陽信仰は悪魔だと言われていたのです。そしてそのゴムボールを太陽として寺院に備えていました。これがゴムイコール太陽の元ネタ。どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえでなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2025年24号、ワンピース最新話1148話、ローニャを考察していきます。この1148話は、ハラルドのヒント回であり、空白の100年のヒント回でもあると考えます。どういうことでしょうか？一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まずは2週間前の予想を振り返りましょう。こちらです。1148話の類似話数は、48話、148話、1048話です。148話は折れない。語呂合わせは意志は。新年の象徴、ドクロの海賊機の意志は折れない。1048話は20年。語呂合わせは人の世は。和の国が支配された光月家無念の歴史が語られています。そんな1148話の話数の語呂合わせ予想は、人々支配。引き続きエルバフを支配しようとする神の騎士団。いい芝居。アンビシャス。アンビシャスとは、野心、大いなる夢、大志のことですから。はい、2週間前の予想の自己採点は、18点。話数の理論を修正していきましょう。48話では足が1本折れているゼフの話。1148話では腕を1本切られるソマーズ星。次に148話のタイトルは折れない。ドクロの海賊機の意志は折れない。しかしサンジの背骨はピキッと折れそうになり、クレハがその背骨をボキッと蹴り飛ばし、ドクターストップをかけています。一方1148話ではロビンがソマーズ星の背骨をボキッと折る。しかしソマーズ星の背骨は折れない。再生します。次に1048話では黒住オロチが小紫を道連れに地獄へ行こうとする。一方1148話ではロビンがソマーズ星を道連れに冥界へ落とそうとする。さらに1048話ではスマイルの影響によって笑いながら涙を流す子供。それを見て北斎むオロチ。一方1148話では笑いながら死を覚悟するローニャ。さらに1148話の反転話数も考えましょう。1148話をひっくり返すと、841話イーストブルーへ。父親ジャッジの支配から逃れてイーストブルーへ逃げたサンジ。その841話でサンジは本を読んでオールブルーを知り、それはやがてサンジの見果てぬ夢となりました。一方1148話では本が好きなローニャが登場。そう、本です。本は世界のことをたくさん教えてくれる。そのようにローニャが語ったシーンでナミはとても悲しい表情をして何かを思い出していそうです。そう、サンジだけではなくナミもまた本によって夢が開かれた人物です。さらに本は好きか。もちろんロビンもまた本によって夢が開かれた人物。サンジの夢オールブルー。ナミの夢世界の海図の完成。ロビンの夢空白の100年の解明。すべては幼い頃本を読んで抱いた大いなる夢です。それが1148話のローニャで繋がっている。これが1148話の隠し語呂合わせ。アンビシャス。アンビシャス。となると、サンジの夢、オールブルーと、ナミの夢、世界の海図の完成、ロビンの夢、空白の100年の解明、本から得たこの3人の夢は、もしかすると、まさか、いつの日か一つに繋がるというのでしょうか。さらにまだあります。1148話では絶望のオハラから奇跡的にたどり着いた無数の本が全て燃やされそうになっており、ロビンが涙を流していますから、1148話はロビンの回でもありますが、その1148話の反転話数841話のサンジはオハラのロビンとも繋がるのです。海は広い。いつか必ず優しい人たちに会えるから。そのように言って牢獄のサンジをレイジは逃がしましたが、このレイジのセリフはオハラのサウロと同じです。海は広いんだで、いつか必ずお前を守ってくれる仲間が現れる。これで幼い頃のサンジと幼い頃のロビンが繋がりました。以上が話数の理論一つなぎです。ちなみにローニャとは北欧スウェーデンの児童文学書山賊の娘ローニャがモデルでしょうか。こちらの児童文学書はアニメ化もされています。それでは本編の流れを考察していきましょう。1148話のスタートは崖の上のローニャ。軍庫の矢印によって崖まで誘導されたローニャですが、ローニャはそれを恐れず気丈に振る舞っています。崖の下は冥界。このローニャはもちろん巨人たちを脅すための人質、生贄です。ソマーズ星はヤルルに図書館と学校を燃やして世界政府の戦闘奴隷になると引き続き迫っています。これが1148話の話数の語呂合わせ一つ目。人々支配。
人々支配。この1148話の全体イメージは語呂合わせ通り支配でしょう。ソマーズ星は歴史ごと消すと言います。これは大航海時代、スペインやポルトガルなどが南米やアフリカ、アジア圏で行った植民地化、いわば文明破壊です。それは宗教、思想、言語、教育、人口構成に至るまで徹底的に現地の文化を侵略し破壊する行為。特に南米アステカ帝国やインカ帝国における太陽信仰は悪魔崇拝だと弾圧されました。つまり大航海時代の太陽信仰は悪魔だと言われていたのです。これはワンピースにも採用されているモチーフでしょう。大航海時代とは主にポルトガルとスペインを中心に行われたアフリカとアジアを目指した航海のことです。コロンブスはインドを目指す旅で新大陸アメリカを発見しました。当時のヨーロッパの人々は発見した新たな土地で原住民たちを虐殺して支配しました。中でもスペインは世界中に植民地を増やしていき、太陽が沈まぬ帝国と呼ばれていきました。太古の時代に世界中で信仰されてきた太陽崇拝。その太陽崇拝の化身こそがニカなのでしょう。なぜゴムが太陽になるのか。メソアメリカの先住民たちはゴムボールで球技をしていました。これをメソアメリカの球技と呼ぶ。この球技で使うゴムボールはゴムの木の天然樹脂である真っ白な乳濁液、ラテックスと朝顔の汁を混ぜて作っていたそうです。そして決定的なのは、古代アステカの人々はバウンドするゴムボールの軌道を太陽だと見立てていたという。そしてそのゴムボールを太陽として寺院に備えていました。これがゴムイコール太陽の元ネタ、バウンドマン。これが全ての答えです。太陽の神ニカを崇拝する行為、いやニカについて話すことすら世界政府はタブー扱いしています。そのように考えると、この1148話は900年前から始まった空白の100年のヒント会だと思われます。もしかしたら世界政府ことイム様たちは子供を人質にとって100年分の歴史を消したのでしょうか。その伏線こそが子供を守りたいナミと、そして800年生きているイム様の話の後で語られたガープの最後の授業も伏線でしょうか。ガープの最後の授業とは、老人と赤ちゃんの命、どちらを生かすのか。どっちなんだい。このことから空白の100年の完成もおそらく子供が人質になったと考えられます。しかし全て消したはずの歴史は砕けぬ鉱石オーネグリフに刻まれて後世へとジョイボーイが残していたようです。そしてさらに子供を人質にとって支配するこのやり方はハラルドの過去にもつながりそうです。6年前、ソマーズ星はハラルドが愛する子供たち、ロキもしくはハイルディンを人質にとってハラルドを脅迫したのかもしれません。こちらの動画ではハラルドは神の騎士団とつながっている裏切り者だと考えましたが、少しそのニュアンスは違い、神の騎士団とハラルドは確かにつながってはいたが、それは脅迫されて従っていただけかもしれません。もしもそうであるならば、ハラルドの死因はもしかするとロキが殺したわけでもソマーズ星が殺したわけでもなく、ハラルドは自殺したのか。ハラルドの見た目は自殺が趣味だったカイドウに似ています。ハラルドは子供たちを守るために自らの命を絶ったのかもしれません。そしてロキは父親の名誉を守るために全ての罪を背負っているのかもしれません。そのようにも考えられます。本編に戻りましょう。エルバフを支配したいソマーズ星は子供を人質に取り、ヤルルに対して30秒で決断しろと迫ります。この放送を聞いた巨人たちは大慌てしていますが、戦うことを決意したのか、二手に分かれて10鉢へ向かいます。一方、本を燃やせというソマーズ星に対して我慢がならないロビンは、新技シエンフルール、クラスペディアで攻撃。さらにクラッチでソマーズ星の背骨を折りますが、ソマーズ星もやはり不死身、パキパキと再生していきます。しかしその隙にロビンは6本の腕でソマーズ星を縛ります。これが1148話のマスの語呂合わせ2つ目。人々縛る。人々縛る。ソマーズ星の体を縛ったまま、ロビンは冥界の谷底へダイブ。ソマーズ星の本体を子供たちから遠ざければ、茨の能力が消えると判断して谷底へ落ちていきます。しかし、ソマーズ星は余裕。ギャグも言いつつ、ロビンを茨の棘で串刺しにしますが、串刺しにされたロビンは、花々の実で作った分身でした。これが1148話のマスの語呂合わせ3つ目。いい芝居。いい芝居。串刺しにされたロビンの死因はトゲトゲの実でやられたナミの蜃気楼と似ているトゲトゲつながりです。一方ロビンの実体の方は麦わらの一味の救出へ向かいます。しかし一味は軍庫の強力な能力で縛られており、ナイフではなかなか切ることができない。さらにソマーズ星は茨を枝にくっつけて冥界へは落ちていません。放送を引き続き続けると、
ソマーズ星は人質ローニャの声を巨人たちに聞かせてやれという。非常に振る舞うローニャは学校も図書館も好きだといい。なぜなら本は世界のことを教えてくれる。その本がなくなってしまったらみんなが悲しむから、ローニャは自らの意志で冥界へ落ちる。つまり死を選ぶと言います。もちろんローニャはその言葉とは裏腹に体は恐怖で震え涙を流している。そんなけなげな少女の声に大人が耐えられるわけがない。タイムリミット、審判の時が刻一刻と迫る。学校と図書館を燃やすのか燃やさないのか、どっちなんだい。これが1148話の話数の語呂合わせ4つ目。ひどい審判。ひどい審判。ヤルルはラスト1秒でジャッジメント、審判を下します。学校と図書館を燃やせとアンジェに伝える。どうすることもできない非常な審判が下る。本が大好きなアンジェとサウロ、ロビンは絶望の表情。それを嘲笑うサイコパスなソマーズ星。そこへギャバン。高速で駆けつけたギャバンがソマーズ星の腕を切り落としました。その切り落とされた腕は再生しない、戻らない。現れたギャバンに驚くソマーズ星。ギャバンはソマーズ星に久しぶりだという。これが1148話の話数の語呂合わせ5つ目。人々しばらく。人々しばらく。つまりゴッドバレーの人間狩りゲームでギャバンとソマーズ星は出会い戦っていたのか。ちなみにこのシーンで欠損したのはソマーズ星の左腕と右腕。どっちなんだい。これはよくわかりませんから単行本で修正されそうです。とにかくギャバンの攻撃によって切られた腕は再生しません。つまり神の騎士団の不死身再生能力とは完璧ではない。ギャバンの攻撃は覇王色の覇気をまとっていますから、これはカイドウのセリフが正しかったのでしょう。世の中はうまくできている。ロジャーが能力者じゃなかったように覇気だけが全てを凌駕する。覇王色をまとった攻撃なら神の騎士団や五老星に有効なのか。それならばここで五老星との戦闘シーンを振り返りましょう。まずサターン星を攻撃したクマのパンチは覇気をまとっていません。それでは次にニカ VS 五老星はどうでしょうか。この時も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 ルフィは覇気をまとっていません。いや、まとえよ。だから五老星たちは何度も再生していたのか。ちなみにこの1148話の類似話数1048話ではその覇気をまとう技術、竜王の話でした。とにかく覇王色の覇気をまとった攻撃なら神の騎士団たちとまともに戦えそうです。神の騎士団の不死身の能力について僕はそれはイム様の能力の片鱗であり、あれは実体を魂化ソウル化したものだと考えました。つまり魔法陣アビスを通過すると無敵のソウル状態となる、そういうことでしょうか。実体ではなく魂、ソウルだから武装色の物理は効かない。ソウル状態となった人間を攻撃できるのは人間の精神を攻撃できる覇王色の覇気だけということか。ただし腕を切られたソマーズ星はさほど焦ってはいませんから、ソウル状態から実体に戻るとその腕は戻るのかもしれません。本編の考察は以上です。ちなみに1148話全体のイメージは支配ですが、扉絵は真逆です。ウルティが支配ではなく自らの意志でヤマトのお供になっています。この時ウルティは太陽の紋章を羽織っていますから、以前考えたようにヤマトとは日本神話の太陽神アマテラスのイメージであり、そしてヤマトは新110海賊団を結成しそうです。またこのヤマトの扉絵連載は本編とも連動していくかもしれません。つまりヤマトが水中の旧ワノ国を発見するとき、ルフィたちもエルバフの展開で古代遺跡を発見しそうです。以上です。続いてはいつものように次回1149話の展開を話数の理論から予想していきましょう。1149話の類似話数は49話、149話、1049話です。49話は嵐、語呂合わせは欲、世界一の剣豪を目指すゾロの欲望、そしてグランドラインを諦めていない欲望のドンクリーク、さらに宝を全部盗んで逃げた欲望の女ナミです。またヨーククリーク海賊団やホーク鷹の目のミホークの話もありました。次に149話はランブル、語呂合わせは異色、ランブルボールによって異色の変形を行うチョッパー、7段変形面白トナカイ VS 斧で戦う合体人間チェスマーリモです。ここと1149話がつながるなら1149話では斧で戦うギャバン VS 茨のソマーズ星か。するとソマーズ星の異色の体の話になりそうです。次に1049話は目指すべき世界、語呂合わせは重力5を制する柔らかなゴムの男が世界一硬い体のカイドウを倒しました。ルフィが目指す世界欲望夢の果てとは
友達が腹いっぱい飯が食える世界でした。そしてこの1049話ではカイドウが奈落へ落ちていますから、1149話ではもしかしたら、ローニャが助かったかと思いきや、冥界へと落ちていくかもしれません。そしてその冥界へ落ちたローニャを救うのが腹いっぱいになったルフィとロキでしょうか。さらに1049話では天竜人に反感を持つカイドウの話もありました。ここと繋がるなら1149話では神の騎士団とハラルドの過去の話もあるかもしれません。さらに1049話の扉絵では本が燃えていますから、アンジェが言われた通り本を燃やそうとするでしょう。そんな1149話の反転話数も考えましょう。1149話をひっくり返すと、941話、恵比寿町の人気者、語呂合わせは清い。お腹を空かせた貧乏人たちにお金をばらまいている清く正しい牛光小僧の話。3=3です。太陽のような存在、牛光小僧の話です。本当の牛光小僧は伝次郎ですが、自らを牛光小僧だと名乗って貼り付けにされている清き男殿安。一方、腹いっぱいの太陽神ニカ子とルフィもいます。するとやはり1149話では太った腹いっぱいのルフィとロキが登場しそうです。そんな1149話の話数の語呂合わせ予想は、人々よく、ルフィとロキがやはり腹いっぱいで登場か。人々至急子供たちの元へ駆けつける巨人たち。人異色の体を持つ神の騎士団の話もあるのか。以上です。皆さんはどう思いましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。表裏一体の旅が始まる。数字の中で真実を探